バーキンがここで2位に躍り出ているんですが、なぜ人気なんでしょうか？あえて使用感のあるものを選ばれるお客様もとても多いです。こんにちは。米表名古屋本店本館ブランドバッグフロアの村山です。 YouTube ディレクターの河合です。今日は新メンバーということで村山さんに来てもらってます。はじめまして。入社以来ずっとブランドバッグ一筋なので、皆さんに楽しく分かりやすくお伝えできるように頑張ります。よろしくお願いいたします。お願いします。では今日なんですけど、2023年に米表のブランドバッグって一体何が売れたのかなと思って実際にデータを出してみたんですよ。結構意外な結果も中にはあったりして、私たちも驚いたので、ぜひ楽しみにしていてください。ではまず店舗別で何が売れてたかっていう順位を発表しようと思います。まず名古屋店は1位ルイ・ヴィトン、2位エルメス、3位ロンシャン。次に名木店と梅田店は同じ結果になりました。1位がエルメス、2位ルイ・ヴィトン、3位シャネルです。最後に新宿店は1位シャネル、2位ルイ・ヴィトン、3位エルメスという結果になりました。どうでしたか？ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメス、この辺りは全店舗入ってきてるなっていう印象はあるんですけど、ただ店舗によっては順位にばらつきがありますよね。名古屋店はハイブランドにロンシャンが入り込んでいるところが特徴的ですね。そうですね。ロンシャン新宿店でも4位に食い込んでいたんですよ。知名度としてはヴィトンとかシャネル、エルメスみたいに高くはないのに、なぜこんなに人気なんですか？ロンシャンは軽くて汚れに強く大容量なので、気候が良くなる春や夏にピクニック用として購入される方がいらっしゃったり、マザーズバッグやサブバッグとして購入する方が多いイメージです。ロンシャンと似たようなブランドにエルベ・シャプリエっていうのもあるんですけど、このブランド2つを特集しているものがありますので、概要欄に載せておきます。興味がある方ぜひ見てみてください。では早速もっともっと掘り下げて見ていきましょう。ではまず名古屋で最も売れていたブランドっていうのはルイ・ヴィトンだったんですけど、その中でも一番売れてたモデルっていうのがネバーフルです。なんでこんなに売れているんでしょうか？まず軽くて大容量、ネバーフルイコールいっぱいにならないという名前の通り、とにかくたくさん入ることや、軽いので荷物の重さだけで持てるのが魅力です。サイズ展開も3種類あり、用途に合ったものを選べるのもいいですね。普段使いはもちろん、お仕事用、学生さん、マザーズバッグとしてなど幅広い世代から人気です。接客をしていて感じるのはリピートのお客様がとても多いというところです。同じバッグを買うということはそれほど使いやすいということだと思います。ちなみにネバーフルは旧モデルもで、今はそれが仕様変更で新しくなっていると思うんですけど、旧モデルと今のデザインの大きな差ってあるんですか？内側が特に変わっていまして、はい、ポーチが旧モデルはついていないんですけど、今の現行モデルは内側にポーチがついているっていうのが少し変わっています。こちらですね。結構大きめのポーチがついてますね。あと内側のロゴが旧モデルは筆記体のロゴになっているのに比べて、現行モデルはブロック体のロゴになっています。そういうことはあまり外から見た時は分かりにくいというか、新しいモデルでもそんなに違う感じないっていうことですか？そうですね。外側は全く変わっていない。旧モデルでもいいなっていう方は中古で買うメリット相当あると思います。マイナスポイントは、重いものを入れると持ち手の付け根のところにひびが入り、傷みが少し早くなるといったところや、少し型崩れがしやすいということが挙げられます。確かに軽いじゃないですか。ここを厚く作ってはいないんですよ。なので物を入れた時に重いものを入れるとね、へこみやすかったりはしますね。と付け根の部分っていうのがここなんですけど、やっぱりちょっと細いストラップで支えているので、重いものを入れるとここがちょっとね亀裂が入りやすいっていうところがあるようです。では続きまして2位はこちらのオンザゴーです。これはどうして人気なんですか？大容量で型崩れしにくいのが特徴で、しっかり荷物が入れられる上、きちんと感も出せるのが魅力です。また短いハンドルと肩からかけられるショルダーがついているので、2way で使えるのもいいですね。比較的新しいモデルで探されているお客様もとても多いです。マイナスポイントとしては、ネバーフルと比べると少し重さはあるかもしれません。確かに発売当初って正規店でも手に入らなかったですよね。皆さん結構並ばれたりしてましたよね。オンザゴーに関しては別途詳しく解説している動画があるので、こちらも概要欄に載せておきます。3位はこちらのスピーディーです。こちらはなぜ人気がありますか？昔から人気のあるボストン型のバッグで、ストラップ付きの
今っぽいデザインも追加されています。新品で買うより中古で購入される方がとても多いイメージです。使用感があることでこなれ感が出てすごくおしゃれに持てますよね。あえて使用感のあるものを選ばれるお客様もとても多いです。また Y2K ブームもあり、10代から20代のお客様からも特に人気のデザインとなっています。昔からあるデザインなので、このちょっとヴィンテージ感がある方が魅力なのかなっていう印象はありますね。続いては免疫店の販売ランキングに行きましょう。免疫店の販売ランキング1位のブランドはエルメスでした。でエルメスの中でも一番人気があって売れていたのがこちらのピコタンでした。こちらはなぜ売れていたのでしょうか？エルメスのバッグを何か手に入れたいと考えた時に選択肢に上ってきやすいのはピコタンやガーデンパーティーですよね。そもそも人気な上にエルメス自体の価格が急激に高騰した中、比較的価格帯的に手が出しやすいのが人気の理由なのではないでしょうか。可愛らしいフォルムでどんなスタイルにも合わせやすいところも魅力です。マイナスポイントとしては荷物が多めの方はサブバッグが必要になるかもしれないというところです。では2位なんですけど、なんとちょっとこれ驚いたんですけど、参考状態をかなり超えているバーキンがここで2位に躍り出ているんですが、かなり参考状態超えてもやっぱり探していて買う方がいる。この辺は詳しく聞きたいんですけど、なぜ2位になるまで人気なんでしょうか？言わずと知れたエルメスでも一番有名なバッグバーキン。売れている理由はまず手に入らないからというのがやっぱり大きな理由です。探している方が本当にたくさんいらっしゃいます。店頭に立っていてお客様の反応とか見ててどうですか？店頭に来てずらっと並んでいるのを見てとても驚かれる方がやはり多いですね。購入は慎重にいろいろ見てじっくり吟味されてからっていう方が多い印象です。店頭では長期的に相談されている方もいらっしゃいますし、欲しいカラーやサイズを決めて予約されている方もいらっしゃいます。オンラインで取り寄せをされる方もとても多いです。マイナスポイントとしては少し重さがあるというところと開けにくいというところがあるんですけれども、蓋の仕方でそれは解消が可能だと思います。そうですよね。蓋もうあえて開けて中にちょっと入れ込んだ感じで持たれてる方って多いですよね。そうですね。はい、では3位はガーデンパーティーでした。こちらの理由は何でしょうか？こちらも比較的価格帯的に手が出しやすいのが人気な理由だと思います。A4 が入るサイズもあるのでお仕事などで使われる方も多い印象です。昔からあるトート型なのでエルメスの中では特に使いやすいモデルです。これ素材もキャンバスだけではなくてレザーのものがあったりもするじゃないですか、はい、キャンバスだったら結構カジュアルに持てますし、レザーを選んでちょっと高級感を出したいなっていう方もいると思うので、自分のなりたいスタイルに合わせて選べるっていうところもいいところですよね。では続いては新宿店の販売ランキングに行ってみましょう。では新宿店のランキング1位はシャネルだったんですけど、その中でも一番人気で売れていたのがこの1112と呼ばれるマトラステ柄のチェーンショルダーバッグですね。こちらは人気の理由なんでしょうか？やはり王道シャネルといえばマトラステというイメージがとても強いと思います。定番で最もシャネルらしいバッグです。一つで一気にエレガントになるのでデニムなどと合わせてもとてもおしゃれなスタイルになります。一つ持っていればいろいろなシーンで使えるバッグですよね。ゴールド金具とシルバー金具で異なる雰囲気があり、どちらも人気です。マイナスポイントとしては荷物の入る量が少し限られているところが挙げられます。続きまして2位はこの69900という品番なんですけど、さっきを見た1112とちょっとちっちゃいかなって思うんですけど、どこか違うんですか？1112はチェーンはもともと肩掛け用なので短めに作られているのですが、こちらの69900というモデルは斜め掛け用に作られているのでチェーンの長さが長いというところが特徴的になります。はい、1112よりもコンパクトなので斜め掛けした時にバランスがいいですよね。あと1112と比べると価格帯もちょっと違ってきそうですね。若干手が出しやすい金額帯になってくるのかなという印象があります。レザーもあれば素材がキャンバスになるので、そうなるとよりまた手に入れやすい価格帯になってくるのかなというふうに思います。1112と同じマトラッセのシャネルならではのデザインで憧れている人が多いデザインになります。トレンドのコンパクトなサイズでとても可愛いデザインです。斜め掛けメインで使いたい方はちょうどいいサイズだと思います。マイナスポイントとしては斜め掛けしかできないというところと、小さいのでサブバッグが必須になってくるというところが挙げられます。では続いて3位なんですが、
1804という品番の復刻トートと呼ばれるバッグですよね。こちらはなぜ人気なんでしょうか？クラシカルで上品さもありつつ荷物がしっかり入るというところが特徴的です。ハンドルの長さが絶妙で、ハンドバッグとしてはもちろん肩からかけて持つことも可能です。チャームがあることによってとても高級感があります。かなりクラシカルで昔からあるデザインのランクインなので、正直私個人的には意外だなと思ったんですけど、どう感じました？以前から使っていた方の根強い人気があると思われます。使いやすいから色違いで欲しいというご要望を売り場でもよく聞きます。確かにもう販売してないので、こういうリユースのお店でしか手に入らないですもんね。ではランキングすべて見終わりましたが、どうでしたか？どのベランダも定番モデルがやはりランクインしていましたね。バーキンやマトラッセなど以前に比べるとかなり価格が高騰しているデザインもランクインしていましたが、根強い人気があるということが分かりました。コメ用の場合は状態によって値段が結構異なってくるので、経年変化を得て味が出てるものがいいのか、はたまた新品未使用のようなものがいいのか、自分のお財布事情に合わせて選べるっていうところもいいところだと思います。今回ランキングにもあったネバーフルやスピーディのようにあえてユーズドを選択してこなれて持つというのもかっこいいこだわりだと思います。もし探しているものがあれば、もうまずは相談してほしいですよね。はい、オンラインに掲載してないものも実はあったりするんですよ。すでに取り置きになってソールドアウト表示になっているものもあったりするので、スタッフがお探しすることができます。お店のスタッフと直接話すことの最大のメリットだと思いますので、ぜひ活用してください。お気軽にご相談ください。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。私はこのバッグを買ったよとか、これが欲しいっていうようなことはぜひコメントでお寄せください。大変便利な取り寄せサービスもありますので、どうぞお気軽にご利用ください。ではまたの動画でお会いしましょう。